俺の名前は川野智春。俺が生まれ育った場所はかなりの田舎だ。同級生は一人だけ。学校の全校生徒は10人程度というとんでもない過疎地。俺の母親は浮気を繰り返していて、あまり家にいた記憶がない。そんな家の子である俺を周りの人たちは好奇の目で見ていた。ほら、あの子よ。母親がとんでもない人なんですって。よくそんなことできるわね。周りからひそひそされるのは俺にとってかなりのストレスだった。そんな俺を守ってくれたのが水原先生だ。智春君、辛い時や困った時はいつでも先生を頼ってくれていいんだからね。俺の担任どころか、この田舎の子供たち全員の担任である水原先生は俺を好奇の目から守ってくれて、よく話を聞いてくれた。他の子供たちと同じように時に優しく時に厳しく接してくれた数少ない大人だ。そして水原先生と共に俺を守ってくれたのが彼の娘である理香子と愛理。姉の理香子は俺と同い年で、愛理は2つ年下だ。しっかり者の理香子とマイペースな愛理はあまり似ていない姉妹だけど、周りの大人たちから俺を守ってくれた。智春、気にしないでいいからね。あんなの雑音と同じよ。お姉ちゃんの言う通りだよ。あんなくだらないことを言う大人の言うことなんか聞かなくていいんだから。ありがとう、2人とも。俺は水原親子のおかげでこの田舎でも生きていくことができた。しかし、智春、すまない。母さんは他の男と暮らすそうだ。とうとう母親が俺と父親を捨てて出て行ってしまった。父と母は離婚。心ない大人たちの好奇の目と噂話はさらに過熱していく。今まで話したことのない大人に、お家は今どういう状況なの？ママとパパはもう離婚したの？と無遠慮に話しかけられたこともある。父親は俺がこの環境に対してかなりのストレスを感じていると気づいていて、これから先もっと嫌な目に遭うだろうと判断。そして田舎から出ていくことに決めた。俺はこの田舎は大嫌いだったけれど、水原先生と姉妹のことは大好きだった。智原くん、引っ越しても元気でね。あまり一人で抱え込まないように。いつでも電話してくれていいから。先生、ありがとう。手紙ちょうだいね。智春、またね。絶対会おう。うん。2人とも元気でね。俺は3人に涙で別れを告げた。あれから十数年後、引っ越し先では好奇の目で見られることもなくなり、俺はのびのびと育つことができた。そのまま中学、高校と順調に進学。大学は地元の公立校へ行き、地元の中小企業に就職した。しかし、うちの会社が倒産？入社した会社は業績が悪かったというわけではない。むしろこの不景気の中、よくやっていると思えるくらいの安定感はあった。しかし我が社の社長が数々の不正行為に手を出し、摘発されてしまう。業績は一気に悪化。あっという間に倒産まで追い込まれてしまった。これからどうしよう。悩んでいた俺のもとに一本の電話がかかってきた。その相手は、水原先生、お久しぶりです。久しぶりだね、智春くん。来週そちらへ行く用事があるのだけど、久々に会わないかい？嬉しいお誘いなのですが、会社が倒産したこと、これから再就職活動で忙しくなることを説明する。そういうことなら紹介したい会社があるんだけど、どうかな？いいんですか？水原先生が紹介してくれたのは、誰もが一度は聞いたことのある大企業だった。私みたいな田舎者にもそういうご縁があってね。よければ受けてみないかね。はい、ありがとうございます。正直、俺みたいな平凡な人間じゃ無理ではと思ったけれど、せっかく水原先生が紹介してくれたのだし、それに
万が一ということもあるかもしれない。緊張で心臓が爆発しそうになりながら面接の日を迎えた。そして迎えた面接当日、ドキドキしながら控え室の扉を開ける。俺以外にも4人採用試験を受ける人がいた。全員ビシッとしたスーツに身を包んでいる。緊張感のある空気が流れているが、一人だけぼーっと窓の外を眺めている人がいた。その女性は思わず目を引くほど整った容姿をしていて、窓の外をぼんやり眺めている姿も様になっている。少女のようにも見える愛らしい容姿だが、スーツ姿はバッチリ決まっていた。俺が入ってきたのに気づくと、一瞬だけこちらに視線を向けて、そしてふいっと顔をそらした。あんな美女と一緒の面接は別の意味で緊張するな、と思いながら椅子に座る。ほどなくして別室に呼ばれ、面接が始まった。面接担当の柏木です。よろしく。不愛想な感じで面接官が挨拶をして、早速本番が始まった。俺の順番は最後で、他の人たちの自己 PR や志望動機を聞く。やはりこのような大企業の採用試験を受けるだけあって、みんな輝かしい経歴を持っていた。先ほどの美女も偏差値トップクラスの大学を卒業して、別の大企業に就職したらしい。一方俺は、出身大学は地元の公立校で、就職先は他の人たちと比べると全くパッとしない内容で、自分で言ってて恥ずかしくなってきた。面接官の柏木さんも、なんでこんな場違いなやつが、と言いたげな様子で、怪訝な表情を浮かべている。その後も面接は続いていくが、俺の番になると、なんとなく周りの雰囲気が弛緩したものになる。柏木さんもあまり聞いていないようだ。そして最後の質問で、俺の番になるが、ああ、君はもういいよ。え？聞いたところで意味がないからね。そしてわざとらしくため息をつく。君みたいな底辺企業出身者を我が社が雇うメリットは？答えはなしだ。君を採用したところでメリットどころかデメリットだろう。そんな奴を相手にしている暇はないのだよ。そう言い、馬鹿にしたような笑みを浮かべる。他の人たちも柏木さんに同調したようにクスクスと笑っていた。この人たちの目を俺は知っている。俺を心配するふりをして俺のことを見下し馬鹿にしていた田舎の連中。今俺はあの時と同じ目を向けられている。一気に過去の嫌な気持ちがよみがえり硬直してしまう。柏木さんの暴言に何も言えずうつむいていると、あ、もしもし姉さん？突然俺の隣に座っていた例の美女が声を上げた。驚き彼女を見るとスマホを取り出してどこかに連絡しているではないか。面接会場に来れる？来ないと一生後悔するかもよ。ちょっと君、面接中だぞ。美女は通話を切り平然とした様子で柏木さんに向かってこう言い放った。え？でも今って面接と関係ないことを話していい時間ですよね。はあ？だってこの人のことを罵倒してたじゃないですか。それって面接じゃないですよね。あ、それとも御社は罵倒も面接のうちなのですか？美女の言葉に柏木さんは呆然とした様子だ。大企業だから期待してたのに、こんな社員がいるようじゃこの会社もたかが知れてるわね。ふん、と美女が鼻で笑う。なんだと？柏木さんが勢いよく立ち上がった瞬間、面接室の扉がガチャリと音を立てて開いた。面接中に失礼します。アイリー、あなた一体何をしているの？姉さん遅いよ。実はいろいろあってさ。アイリー。聞き覚えのある名前に首をかしげる俺。入ってきた女性は彼女とは違うタイプの美女でクール系という感じだ。どうやら二人は姉妹らしい。妹の方が姉に耳打ちをして事情を説明する。すると姉の方が俺に向き直り、
勢いよく頭を下げながらこう言ってきた。ごめん、智春くん。うちのバカが迷惑をかけたわ。え？初対面のはずなのに、俺の名前を気軽に呼んでくる美女。いや、彼女とは初対面ではない。先ほどの愛理という名前。そして、美女二人の顔には面影を感じる。もしかして、水原姉妹か。あれ？今気づいたの？妹、愛理の方が笑顔を浮かべる。その顔は、あの時と同じものだった。水原先生が言っていたご縁というのは、他でもない理香子のことだ。理香子がこの会社に勤めていて、そのつてで俺を紹介してくれたのだ。理香子は本部長を務めているらしい。愛理も姉のつてでこの会社の採用試験を受けに来て、偶然俺と再会したのだ。控室で話しかけなかったのは、俺が緊張している様子だったので、下手に話しかけるのはよそうという彼女の気遣いだったらしい。しかし、俺が柏木さんに罵倒されて、愛理は我慢の限界を迎える。愛理は小さい頃から予想外のことを平気でするタイプで、今回突然姉に電話をかけたのも、愛理ならやるだろうなと思ってしまった。そして採用試験は突然本部長が割り込んできたので、そのまま中断。愛理から事情を聞いた理香子は柏木さんを追及。一体どういうことなのかしら。違います。私はちゃんと真面目に面接を。となると、私の妹が嘘をついているということになるけれど、理香子はかなりやり手の本部長らしい。年上の柏木さんが理香子に追及されて顔面蒼白になっていた。あなたには後でじっくり話を聞くから。私が代わりに面接をするわ。あなたは出て行きなさい。理香子は柏木さんを追い出し、面接官の席に座る。皆さん、ごめんなさいね。うちのバカな妹とバカな面接官のせいで。さて、続きをしましょうか。面接を受けに来ていた他の人たちは、愛理以外は柏木さんに同調して俺のことをバカにしたように笑っていた。新しい面接官は俺の味方だと分かった連中は、その後の面接はしどろもどろ。俺と愛理以外はろくに受け答えもできず、面接は終了した。面接終了後、理香子の仕事が終わるのを待って、俺たちは合流。そこに水原先生もやってきて、久々の再会となった。理香子は立派に会社勤めをしているけど、愛理は今でもマイペースでね。前の会社を突然辞めて、フラフラしてたら、理香子に怒られたんだ。うちの会社で鍛え直してやるって言われたんだよね。やめてよ二人とも、久々の再会なのに。理香子が恥ずかしそうに頬を染めながら二人を止める。そのやりとりは昔のままで、俺は思わず笑みをこぼした。そういえば先生、こちらに来る用事というのは二人に会いに。それもあるけどね。今回は物件を見に来たんだ。え、先生、こっちに住むんですか？ああ、娘二人の近くにいたいし、もうあの田舎に住むのも飽きたしね。そう言いながらお茶目にウインクをしてきた。そうなんですか。俺、嬉しいです。またみんなと同じ場所に住めるなんて。すると、理香子が先生と似たお茶目な笑みを浮かべた。もっと嬉しい話があるわよ。智春、あなた採用ね。え？営業部に空きがあるのよ。あなたなら務まるって信じてるわ。頑張ってね。まさか、本当に万が一が起こるとは。姉さん、私は？あんたも採用よ。受付に一人欠員が出たの。しっかり働きなさいね。サボったら即クビだから。容赦ない。そう言いながらも嬉しそうな表情の愛理。またみんなが揃ったね。理香子が嬉しそうに笑う。水原先生も愛理も俺も全員が幸せな笑みを浮かべた。その後、俺たちは同じ会社で働き始めたのだが、智春、今日食事に行かない？ちょっと待ってよ姉さん。智春は私と食事に行くのよ。
姉妹から仕事終わりによく誘われるようになり、3人で行けばいいのに、毎回こんなバトルが勃発しているのだ。それを水原先生に相談すると、なるほどね。で、どっちを選ぶんだい？日本で重婚は認められてないからね。最初は意味がわからなかったけれど、徐々にその言葉の意味を理解して、俺は顔から火が出るのではないかというくらい赤面した。今はまだ再就職したばかりで忙しいし、そういったことを考える余裕がない。だけど、もう少し余裕ができたら、その時は姉妹のことをちゃんと考えようと思っているよ。